皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の司法裁判所がいかにおかしなものであるかといったことが非常によくわかるニュースが流れているので、これを取り上げていこうと思います。今回取り上げる具体的なニュースというのは、日本の統治時代において私たちは強制的に徴用されたんだと主張している人たちがいます。これらの人たちが日本政府や日本企業に対して賠償請求を行っているのですが、韓国のソウル中央地裁が訴えを却下したというのです。しかし、以前においてそれこそ韓国の最高裁においては、これと同類の訴えに対して日本に対する賠償請求などをすべきだというような司法判断が下されており、これは明らかに判決内容としては食い違っています。本来であれば法律というのはある程度厳格に運用されて、それでこそみんなが信頼できるものなのですが、判決を下す人たち、審議する人たちによっていくらでもこの判断がブレてしまうというのが韓国の一つの特徴だと言えます。それでは韓国で一体どのような司法判断が下されたのか見ていきましょう。韓国地裁元徴用工の訴え却下、個人請求権の行使認めず。韓国の元徴用工や遺族が日本企業16社を相手取って損害賠償を求めた集団訴訟で、ソウル中央地裁は7日、訴えを却下した。原告の個人請求権は1965年の日韓請求権協定で消滅はしていないが、訴訟では行使できないとの判断を示し、2018年の最高裁の判決内容を覆した。最高裁が2018年に日本企業に賠償を命じて以降、韓国の裁判所が元徴用工に関する訴訟で原告の主張を退ける事例は初めてだ。訴訟は2015年5月、元徴用工と遺族ら計85人が1人当たり日本円で約1000万円の損害賠償を求めて提訴した。日本製鉄やエネオス、西松建設など16社が被告となっていた。原告の弁護士は判決後、記者団に判決は不当だ。既存の判断と相反すると述べ、控訴する考えを示した。日本政府はかねて、元徴用工の請求権問題に関し、日韓請求権協定で解決済みとの立場を取ってきた。これに対し、2018年の最高裁判決は、日本の植民地支配を不法と断じ、日本企業の不法行為を前提とする強制動員被害者の請求権は、協定の対象外との判断を示していた。7日の判決は2018年の判断を覆した。個人請求権は消滅していないが、韓国国民が日本や日本国民を相手にした権利の行使は制限されると結論付けた。この事件の請求を認めることは国際法違反の結果を招き得ると指摘した。最高裁判決が日本の植民地支配を不法と扱ったことも、不法性は国際法的に認定されていないと逆の判断を示した。この日の判決を担当した判事は先に、元慰安婦訴訟での日本政府資産に対する強制執行は国際法違反に該当するとの見解を示したことがある。最近、裁判所が歴史問題に絡む訴訟で原告の訴えを認めないケースが相次いでいる。4月21日には日本政府に損害賠償を求めた元慰安婦らの訴えをソウル中央地裁が却下し、1月に同地裁が出した日本政府への賠償命令とは逆の判断を下した。韓国の裁判は政治や世論の風向きに影響されやすい傾向がある。保守と革新が激しく対立する政治風土の中で、判事個人の政治的スタンスが明確になりがちだ。判事の人事が政権の意向に左右されることも多い。韓国外務省は7日の判決直後に、韓日関係を考慮しながら、すべての当事者が受け入れ可能な合理的な解決策を論議することについて、開かれた立場で日本と協議を続けるとする見解を表明した。ただ、判決が確定している日本製鉄をめぐっては、原告による現金化手続きが進んでいる。原告が差し押さえた同社と韓国鉄鋼大手ポスコとの合弁会社の株式について、テグ地裁は資産鑑定を終えており、売却命令はいつでも出せる状態にある。記事で指摘されているように、韓国における司法判断というのは、その時の周りの状況やもしくは判断する人たちの考え一つで大きく左右されるという非常に成熟されていないものです。本来であれば法律にこうやって決まっているんだなということが多くの人たちに浸透していれば、その法律の解釈から大きくそれる司法判断というものは本来であれば滅多に出てこないはずのものです。しかし韓国においてはそうした判断というものはまだまだ効かないような状態であり、周りの世論の状況はどうなのかな、今
今反日の機運が高まっているのかな。そして司法判断する側の人たちというものが、それこそ政権が今どう動いているかというのを顔色を伺いながら、これだったら反日的な判決を出してもまあ問題ないだろうと踏み切ってしまう、そのような無茶苦茶さが韓国の司法判断にはあると言えます。なぜそのように言い切れるかといえば、そもそも司法判断というものは、例えば政府間の決め事やもしくは国際法といったものをまず守った上で、じゃあ国内法はどうなのかなという順番論を取るわけですが、韓国の司法裁判において、例えばこの記事の中で出てきた2018年の韓国の最高裁の判決というのは、そうした意味においてまず国際法よりも我が国国内の司法判断の方が上であるという、つまり前提条件そのものを全く覆すような判決を以前に出しています。このことからも彼らの考え方というものが国際的な感覚からはかなりずれているということの一つの証明だと言えます。そして今回は訴えが棄却されたわけですが、じゃあ今回の動きを受けてこれまでの裁判結果が覆されるかといえば当然のようにそうではありません。すでに判決が確定されたものについては着々と進行していくわけですから、日本企業の資産売却の話、この話というものは基本的には前へと進むしかありません。ところがこの話が進むと、今度は韓国側にとっても非常に大きな爆弾となります。なぜならば日本企業の資産を売却するという行動そのものに出れば、それこそ今まで日本は全く何の反撃もしてこなかったわけですが、いよいよ日本側が動き出す可能性というのがあるのです。少なくとも安倍政権時代においては、こうした日本企業の資産売却をもしも実行したのであれば、それは韓国側に対する報復的な政策を取るぞという話などが、それこそ麻生議員の周辺らから出ていたこともなどもあります。政権はすでに安倍政権から菅政権へと変わりましたが、この方針そのものが引き継がれていれば、韓国側が日本企業の資産を売却すれば、それは韓国側にとっての大きな打撃を日本が与えうるチャンス到来というわけです。韓国がいかに国際法的におかしなことをしているか、そういったことを訴えつつ、日本側が韓国に対して報復という行動を取ることに正当な理由が与えられるわけです。ただ非常に残念なことながら、韓国側はそうしたリスクを取らない可能性もあります。司法裁判の結果としてすでに日本企業の資産を差し押さえていつでも売却できるぞという状態になったにもかかわらず、それが実行されていないのは、彼らにしてみてもそれを超えること、つまり資産売却を実行してしまうと自分たちにも害が及ぶかもしれないということに尻込みしているのです。結局のところ彼らにしてみれば、自分たちはノーダメージで日本に対して様々な行動をすることがいくらでもできてしまうという状況そのものが彼らにとっては美味しい状況であり、決して日本側からの反撃があることを前提とはしていないのです。だからこそ日本に対しては罵詈雑言を重ねることに何ら躊躇なく行えるわけで、日本側がいざ報復的な行動を取るということになれば、彼らにしてみればそんなものは考えていなかったというふうに、むしろ想定外と口にするかもしれません。そういった意味では過去の日本の対応といったものが彼らを増長させてしまったという面はあるわけですが、少なくとも日本企業の資産を売却してしまうというその未来においては、今度はそのような過去の過ちを繰り返さずに日本から韓国へと報復的な措置を取る、そして実行するということを菅政権が選択してくれることを私は望みます。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。